ちゃんとかかってくれるだけで嬉しいそう嬉しくなりますよね本当に。いや、すっかり天気も良くなってきて良かったですね、本当に。めっちゃ暖かいですよ。これだんだん調子乗ってると結構ね、車内暑くなってくるんであ、でも中あったかいですね。めっちゃ暖かいですよ。やっぱね、窓が多いのもあって、晴れてると本当に結構こう、はい、可愛い感じの車に乗ることになるじゃないですか。はいはい結構街中で声かけられたりとか、もうめちゃめちゃすごいですよね。なんかさっきもちょこっとお店出られた時、なんかね、お客さんに声かけられてましたもんね。なんか全然車とか知らなそうなおばあちゃんに「綺麗な色ね」って言われていや、もう形だけでもなんかもう声かけたくなるっていうか、珍しいですねとかもう言われること本当に多いですよ。やっぱりそうなんだ。その代わり変な話なんですけど、ちょっと変な格好では乗るのはちょっと恥ずかしいというか、もうやっぱ絶えずちょっと見られてる感じがあるんで、なるほど。ちょっとおしゃれしていきたくなる、おしゃれしていきたくなる感じ。ここウインカーでライトつくんですか？じ。そうなんです。ここウインカーでライトつくんです。ちゃんとかわいい。かわいいんですよ、これは。なんかでも、真ん中ほんとちょっとまだ迷ってます。どこら辺で真ん中なんだろう。あとちょっと癖があるのが、タイヤが細いんで、やっぱ直進安定性はちょっと普通の今の現代の車よりも弱いかもしれないので、ちょっとその辺が確かにちょっとフラフラってしがちですね。ハンドルちょっと取られます。そうですね。かわいい。でもこれブレーキ踏んじゃうと後ろのリアのランプがついちゃうじゃないですか、ブレーキランプが、あんまり旧車って電気を消耗しない方がいいって聞いたりして、もう素晴らしいです。サイドを引くとか聞くんですけど、そういう感じですか？それはもうおっしゃる通りで、僕もなるべく停車中はサイドブレーキ、あとやっぱり踏んでるつもりなんですけど、ちょっと動力が弱いと下がっちゃったりする危険があるんで、なるべく引いてます。ただあまりにも毎回やっちゃうと、やっぱり発進とかのタイミング逃しちゃうので、それはもう適時っていう感じで大丈夫なんですけど。わかりました。すいません、ちょっと左曲がりたくて前先出ていいですか？すいません。優しい。フィアット乗ってるとね、皆さん割と優しくしてる。本当に普通こんなこと私も言わないしこんな優しいことが世界があるんですね。フィアットがあります、本当に。みんな笑っちゃいますね。笑顔になる。すいません。この色ってすごい綺麗なんですけど、もともとの純正色です。これフィアットのフィアット500の一応純正色の色ですね。この内装の赤なのも純正なんですか？そうですね。なんか当時も結構いろんな組み合わせがあったみたいなんですけど、結構赤の内装っていうのは割とフィアット500多いですよね、意外と。あとはなんかここの色使いであったりだとか、そういうのももうすごくパターンがありますし、今も結構生地とかずっとなんていうんですかね、いろんな色のパターンが流行ってますね。ぴょんぴょん飛び跳ねますね。そう、小さいのと、あと板バネって金属の板でバネができているので、フロントがリーフサスペンションっていうんですけど、板をその鉄の薄い板を重ねて作ってるんで、ちょっとその分が今の車のバネとはちょっと違うかなって思いますね。さすがアンバサダー。いや詳しい。ちなみに僕の一番最初のフィアット500はそのリーフのサスペンションが折れてしまって、取り交換したことはあります。なんか壊れるとその部品にやたら詳しくなりますよね。そうなんです。もう本当に壊れて経験を積んでる感じなので。わかります、それ。古い車とかバイクって大体そんな感じで、そうですよね。その仕組みとか分かっていけるんで、だから私面白いなと思うんですよ。すごく。それでなんていうんですかね、車への愛着だったりだとか、そういった部分っていうのもすごい湧きますから、本当に。もう止まるときはニュートラルでふー
ーって止まっていいんですか？そうですね。まあ少しやっぱりブレーキが弱いので、本当はちょっとエンジンブレーキを使いたいところではあるんですけど、やっぱあんま低回転になっちゃうと、まあ物によってはストールとかしちゃうので、まあ、ある程度になったらニュートラル入れてっていう形で。で、白い車の後ろに、ここですか？はい、つけちゃいましょう。左ハンドルだしめっちゃ寄れますね。はい、そうなんです。でもうちょっこんぐらい？とこんぐらいで、とりあえず大丈夫です。ありがとうございます。はい、ちょっと一旦お疲れ様でした。ちょっと今名古屋のテレビ塔のあるところまで走ってちょっとドライブしてきたんですけど、どうでした？というかやっと。めちゃくちゃ楽しかった。はいはいはい。運転もなんか割と途中からもうスムーズにされてた感じで、まあなんかあれですよね。結構もう周りからこの辺まで走ってくると周りからの視線とかも結構感じながらっていう感じ。でも皆さんすごい優しくて、ちょっと道の車線間違えても優しくありましたね。なんか優しい世界がそこにありました。そうなんですよね。なんかね、みんな割とフィアット500にはすごい優しくしてくれるんで、もうなんかね、乗ってるともうなんかそういう本当に気持ちがいいですよね。慣れました、だいぶ。あ、慣れましたよ。ミッションもね、本当慣れてきた。もう僕から見ててももうすごいスムーズに乗られてるんでびっくりしちゃったんですけど、でもマニュアルミッションにちょっとある程度やったことあるっていう人でしたら、ある程度乗っていけばすごくね全然慣れると思いますよね。はい。難しくなかった。そうですよね。っていうところで、まあちょっとドライブをしてみても、まずコーヒーで、まあこういうちょっと景色のいいところとかもフィアット500で行くと、まあなんかまたちょっと楽しい世界というか違った景色に見えます。写真撮りたくなっちゃいますね。ですよね。やっぱりね、はい、なっちゃいます。ちょっとですね、まあ、せっかくこう慣れて来たので、まあここからはまあ実際にまあ皆さんちょっと興味があるっていうことなので、まあどういったこうモデルがあるだとか、実際この車を乗るっていうことに対してのことをまたちょっと博物館に戻って二つ館長にも入っていただいて話をちょっと聞ければなと思うので、そうですね。はい。次はリアルなお話。リアルなお話を、はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。いいねとチャンネル登録お願いします。Grazie.